今回は静脈炭素粉号を鶏肉を使ってなるべくノーカットでお見せしたいと思います。前回もやったんですけどちょっとやっつけ感があったのでちょっとやり直ししました。でまずは先頭で側溝を開けます。コツとしてはなるべく1回で切ってギザギザにならないようにするということと、この断端よりもできればやや大きめぐらいの穴を開けるのがいいと思います。この鶏肉を使った静脈炭素粉号はなかなかいい練習になるなと思うんですけど、今回もそうだったんですけどちょっと静脈があんまりいいのがなかったり短かったりするので、2枚、鶏もも肉買えば、それなりにいいのがあるかなと思います。で全壁に牽石をかけていきます。ちょっと見えてないですけどガーゼにかけてあって、あまりきつくしない、適当な緩さで結ぶようにしてます。ちょっと抜けそうでしたね。ついでにこの手元も写してあるので、よければ参考にしてみてください。で適当なこの締め具合にするっていうのは後でこのガーゼを動かせば緩くしたり引っ張ったりとできるので、適当に余裕を持たせると。で右端から縫っていきます。この静脈の断端がペタッとくっついているのを全壁だけ起こすようにすると刺しやすい。で今回特に意識せず普通に縫ってるんですけど、案外やってみるとできないと思います。特に静脈の扱いっていうのは慣れないと全然うまくいかないので、とりあえず見てもらって一回やってみて、で多分うまくいかないので見ながら、同じような動きをやってみるといいかなと思います。でこの2芯目なんですけど、刺すとこはほぼ見えないのでこの1芯目の隣ぐらいを刺して、で中でいらんところに引っ掛けないようにっていうところに注意しておけばいいと思います。あとこのクリップに結構引っかかるので糸の手繰り方っていうのは結構気を使います。で向こう側を脱ぐときは後壁の真ん中ぐらいを持つと展開しやすい。でこちら側もしっかり断端を引っ張って距離を見て均一に縫っていきます。糸引っ張るときはクリップに引っ掛けないようにして、でこの時右側に糸を置いて絡ませないっていうのが大事になります。こうやって見るとすごい難なくやってる風なんですけど、結構この左手の展開っていうのがうまくできないもんだと思います。こういう糸の扱いですね。絡まないようにやっていきます。とにかくイライラしないっていうのが大事なので、やっぱ一番イライラするのがこの糸が絡まったりとか引っかかったりするとすごくイライラするので、そこにはかなり注意しています。慣れれば普通の連続縫合、皮膚縫ってるような感じでできると思います。これ
こんなとこ押しピンは普通はないんですけど、こういう風に引っかかるとイラッとしちゃうので気をつけます。でちょっとこうピッチを意識して、ちょっと向こう側が余りそうだったので、向こう側を広めにちょっと取りました。この静脈管の緊張もちょっとこう引っ張られてるぐらいがやりやすいので、ガーゼとかの固定でその辺調節します。この左端になってくると連続で一気に縫うの難しくなってくるので、一回出して向きを変えて刺し直してます。一回出してちょっとこう戻るような形で角度で刺すと、最後2芯ぐらいそんな感じですね。で外に出して終わり。でちょっと長めに切っておくんですけど、この慣れないうちはこの外糸が抜けちゃったりするので、ちょっと長めに残しておいたりとか、助手に持ってもらったりするといいと思います。で左端の単結節縫合をします。で、この辺のやり方は人それぞれかとは思うんですけど、この長い糸と最後の連続の最後の糸を結びます。でまずこの連続の糸を手繰ってしっかり締めておきます。一回これちょっと忘れちゃってゆるゆるで漏れ漏れになったことがあるので、その辺気をつけてしっかり締めておきます。でこの糸は短く切っちゃいます。で1本だけちょっと長めに残しておきます。こんな感じで連続で全壁を縫っていきます。これ1芯目と同じような縫い方ですね。
うやって糸を一回引っ張って、なんか引っかかったりしてないか確認して、今受信機ちょっと挟んでたのでそーっと外します。で端っこの方はちょっと角度があるので一回出してしっかりこの、断端に垂直にな方向に運針をすると。ちょっと無駄に枝が多いところだったのでやりにくかったんですけど、それはちょっと無視してください。あとは通常の連続です。こうやって牽引糸を持ったりすると割とコントロールしやすいですね。だいたいこの3芯4芯ぐらいで真ん中に来るかなっていうぐらいのペースですね。最後になってくると結構狭くて縫いにくいんですけど、しっかり緩めたりして展開して縫います。ここでちょっと一芯抜かしたりすると結構漏れるのでちゃんと最後まで縫います。もう一芯ですね。連続はちょっと失敗すると厄介なので、手は抜かずにやります。最後まで来たら牽引糸を外します。でまた手繰って締めていきます。最後のところでパスを突っ込んでしっかり拡張させます。抜けちゃいました。これ一人ではちょっとやりにくいので実際は助手に入れてもらってます。しっかり拡張することを確認してエアも抜きます。ここ枝がいっぱいあったのでちょっといっぱい漏れてますけど、実際はもっとぷくっとしっかり膨らみます。緩んでないこと確認してこの残しておいた糸と結びます。
とひっくり返したところですけど、こうやってしっかり通っていることがわかるかと思います。綺麗に縫えてるかなとは思います。今回は静脈短足吻合を鶏もも肉でやってみました。やってみると案外できないところが多いので、初心者は見ながら真似てみてもらうといいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。